M1 チップ。去年の後半に突如現れた M1 チップ。これにより MacBook、MacBook Air Pro、Mac mini は去年はバズりにバズりまくりました。そしてこの M1 チップっていうのが出てから Mac が気になって仕方がない Windows ユーザーが増えてきてるらしいですね。Windows といえば、インテルとそして AMD があるんですけども、最新の AMD の CPU と比較してみたいですね。これは 5600G、今の AMD の最新の5000番台の中で一番低価格モデルの APU と呼ばれるものです。M1 チップと、それぞれベンチマークで比較してみると、このように、ベンチマーク結果では、この M1 チップが 5600G に大きく差をつけられてしまう状況も出てきます。こういった単純なベンチマークで測ってみるのも面白いんですが、今回は CPU、GPU だけでなく、動画のエンコード時間とか、いろんな部分からの比較をしてみて、AMD の CPU と、そして M1 チップのそれぞれのメリットとデメリットを紹介します。まずは M1 チップから去年の後半に現れた Apple シリコンチップの第1号ですね。Apple 信者のみならず、バズりにバズりまくって Windows ユーザーもこれを機にね、Mac に行った人が多数です。特にノートの分野では MacBook に乗り換えた人がたくさんいたらしいですね。そしてこれを機にますます多くの Apple 系 YouTuber が盛り上がりを見せるきっかけになりました。一方 AMD の Ryzen 5 5600G、やっと出た AMD の最新世代の低価格モデルの CPU です。圧倒的な在庫不足により高止まりしている CPU に買いモデル。しかもグラブが必要のない APU ということで AMD ファンの期待は高まりました。しかしその蓋を当ててみれば GPU 内蔵ということで、その分言うほど低価格モデルではなく、前作の4000番台 APU から肝心の内蔵 GPU はアップグレードしていないというちょっと微妙な商品。しかし CPU は新しい設計により結構強化されました。しかし AMD の圧倒的に在庫が少ない状況では、おそらくすぐに値崩れはしないだろうと判断したので、もちろん買いましたよ。さて今日は Apple 信者 vs AMD 信者。両方とも信者の層はなかなか厚そうですね。戦う前から M1 チップがかなり有利な部分が一つあります。それはチップが熱くなりにくいことですね。ノート PC に入れた時とかは、非常に少ないワット数で戦うと、AMD もインテルも太刀打ちできなくなってしまいますね。そのために M1 チップが入っている MacBook を用意されたら、AMD は対抗しようと思うと、ハイエンド出さないといけないですからね、結構厳しくなってきますね。ということで、今回は同じ M1 チップが入っている機種の中から、僕は持っている、iMac ですね。これでベンチマークを測ってみました。さて CPU のベンチマークです。Apple 系 YouTuber が好きな Geek ベンチマークを見てみましょう。これを見てどうでしょうか。去年のバズり具合から考えると意外と近い数値になってるんじゃないですか。しかし Geek ベンチのポイントはシングルになります。シングルが AMD の1485に対してM1 チップは1725ということで意外と差がついてるんじゃないでしょうか。両方とも CPU の構造とコア数が変わってくるので、マルチは比較するのがちょっと難しくなってくるのも事実ですが、こういったベンチマークはどちらかというとマルチよりもシングルの方が重要になってきます。シングルが200以上ポイント差が出てますので、結構ここの差はでかいんじゃないかなと思います。一方でベンチマークを変えてみると、M1 チップ Mac にはスコアが少し不利になるベンチマークも出てきます。みんなが大好きなシネベンチ R23。先ほどのディークベンチ5に比べてシネベンチではかなりマルチスコアが特に AMD の 5600G にぶっちぎられてしまってますね。見た感じ半分近く 40% 以上ぐらいはまくられてるんじゃないでしょうか。マルチの比較を見る限り 5600G に M1 チップが結構ぶっちぎられている状態になってます。もちろん全てのアプリケーションが M1 チップにネイティブ対応している状況ではないので、M1 チップに対応してないような、不利になるアプリケーションがたくさん世の中には存在しますので、こういったベンチマークによってもかなり差が出てきてしまったりしますね。この結果から見れるのは CPU だけで見てみても、やはり Mac を使うときはできるだけ Mac にネイティブ対応したソフトウェアを使う方が良さそうですね。ポイントはこの 5600G が今の AMD の最新世代の一番低価格モデルであるということですね。一番低価格といっても、在庫がなさすぎてこれ以下の CPU 出せてないだけですけどね。次は GPU のそれぞれのスコアを見てみましょう。特に GPU の比較は結構難しくなるので、ここもあくまでも参考にする程度に見ておきましょう。今回は 3D マークの World Life Unlimited を使ってみました。スコアを見てみると、先ほどの CPU と違って M1 チップが今度はかなりぶっちぎる状況になってますね。2倍近く差があるんじゃないですかね。
この 3D マークはスコアだけでなく FPS も見ることができるので OS とか端末を飛び越えた状態でもある程度フェアに測ることができるので結構信頼できるんじゃないかなと。FPS を見てみても M1 が 25.9 に対して、5600G が 14.5 ということでかなり差が出てるんじゃないでしょうか。続いてもう一個有名な GPU 測定のベンチマーク、ユニジンヘブンベンチマークを見てみましょう。先ほどの 3D マークに比べるとスコア差が縮まったような感じもしますが、それでもかなり M1 チップがぶっちぎってます。こちらのベンチマークも FPS が出てましたので、そちらの差も見ておきましょう。ということで GPU はやっぱり CPU と違ってかなり差がありますね。APU はそもそも内蔵 GPU の性能がめちゃくちゃ高いということで、発売されている、グラボいらなくてもそこそこのね、ゲームはできるっていう感じでめちゃくちゃアピールしている CPU なんですが、これに対してここまでの性能差を見せつけることができるっていうのは M1 チップのやっぱり凄さかなと思います。GPU はすごいですね。GPU 結構メモリに依存したりするので、今回の M1 チップの、売りであるユニファイドメモリですね。このユニファイドメモリがかなり本来の GPU 性能を押し上げた結果かなと思います。Mac があらゆる局面でこの GPU 性能をかなり意識して開発していることは間違いなさそうですね。こういったベンチマーク比較は OS を飛び越えて測定するので、できるだけ、FPS もそうですが、時間軸を元にしたベンチマーク比較がかなり望ましくなってきます。ということで、みんな動画編集とかすると思うんですが、僕も使っているダヴィンチで測定してみましょう。ダヴィンチで動画編集をしていると、重たいエフェクトとか使うと結構詰まった感じがしてやりにくくなる。だから使いたくてもエフェクトあんまり使えなかったりするんですけども、今回はエフェクトの快適度を見てみましょう。目で見て快適度がそこまで差が出るかどうかなっていうテストです。2つ並べてみました。いろいろエフェクトあると思うんですけど、適当に全部配列しながらそのまま再生してみました。編集画面でのエフェクトの見え方ですね。比べてみたんですけど、正直重いものは両方重たい。そんなに差はなかったかな、残念ながら。簡単なものであればそれほど大きな差は感じられなかったんですが、全体的に描写のテイストを変えてしまうような、かなり重たいであろうエフェクトを乗せてしまうと M1 チップに比べて 5600G の方がかなりもたついた感じになりましたね。確信はないですが、ベンチマークで見たような GPU の差が影響しているのかなと思ったりしてます。あまり僕のような単純な動画とかやったらいいと思うんですけどね。どうなんですかね。ヒカキンさんみたいな、めちゃくちゃエフェクトを使いまくる YouTuber に憧れてる人はやっぱりいいの買った方がいいですかね。次は双方とも、動画の書き出しの終了時間を測ってみましょう。今回ここでテストで試したのは、フルハイビジョンの、単純な動画なんですけれども、両方のチップで、この動画を書き出したら、どれほどの時間差が生まれるのかを比較してみました。水彩画テイストみたいなエフェクトを使ってたみたいなんですが、これがエンコードの時にかなり詰まる。もう全然動かないぐらいここでもたついていましたので、ここのエフェクトはかなり、時間に影響してるんじゃないかと判断しましたので、このめちゃくちゃ重たいエフェクト、ありバージョンとなしバージョンの両方のエンコード終了時間を測っています。両方の書き出し時間を比較してみました。これで見てみると、エンコードの書き出しは、エフェクトが重たいのと、エフェクトが重たいのなしの両方でも、かなり差が出てるんじゃないかなと思います。両方とも M1 チップの方が早く処理することができました。いろいろテストをしてみたんですけども、答えとしては M1 チップはかなりいいなと思いました。ただ、やはり深刻化しすぎるのもあまり良くないのかなと思いました。確かに M1 チップすごいんですけれども、これ以上のものが、いつ出てくるかもわからない状況ですからね。じゃあなぜ Mac 系 YouTuber で結構この M1 チップを深刻化してしまう人が増えてるのか、ちょっと考えてみたんですけど、一つはやっぱり去年 MacBook で Intel AMD のデスクトップの CPU に対抗できたというのが大きいんじゃないでしょうか。モバイル用の MacBook がデスクトップと同じぐらいの性能か、ものによっては上回ってたりするので、ノート PC のチップで、これだけデスクトップに対抗できるんだったら、デスクトップバージョンで開発すれば、もっともっと高性能のものできるんじゃないかっていう、
こういう考え方だと思うんですけど、今回 iMac と MacBook Air が性能がほとんど変わらないっていうのが、一番の答えだと思います。デスクトップにして筐体をでかくできたっていう有利な部分があるにもかかわらず、スコアを押し上げることができないので、結構 M1 チップの限界値っていうのがそこで見えてきますね。M1 チップは確かに、素晴らしいモバイル向けのチップなんですけども、これからの M1 チップの次の進化には、必ず TSMC の進化が必要になるでしょうね。AMD ももちろん同じ。インテルは独自自分たちでどんどん開発はしていけますからね。そこはインテルがやっぱり有利なポイント。しかし残念ながら今年出ると思われてた次の M2 チップは最近になって2022年になるっていう見方が強くなってきてますね。今回の 5600G と、値段を見積もってみると、どうやらやっぱり iMac の方はかなり高くなってしまいますね。iMac のいいところは、これ解像度のめちゃくちゃ高いモニターと、結構質のいいマイクとかスピーカーとか、あとはキーボードの周辺機器がついてたりとか、そういったところの魅力でしょうね。特にモニターはこの解像度でめちゃくちゃ安いので、正直トータルで見ると iMac はめちゃくちゃ安いと思います。ただ今回性能差で比較した時に 5600G と比較しようとすると、やっぱり iMac では勝てないですね。ということで、スパがよりいいのはやっぱり Mac mini の方ですね。Mac mini で両方とも適当に見積もった 5600G と比較してみると Mac mini がかなり安いっていうことがわかると思います。M1 チップ系かなりやっぱりコスパはいいですね。M1 チップの第一世代の商品ということでラインナップはかなりコストパフォーマンスはいいかなという印象です。ちなみに 5600G の方はあまり支障の出るような品質の悪いパーツでは見積もっていません。で、ストレージの方も500GB にしてますが、250GB はWindows では今はもう買う必要はない時代になっていますので、ストレージの速度も遅くなっちゃいますからね。ということでこんな感じで見積もり比較を出しています。あとはモニターが両方とも必要になりますけどね。これプラスマザーボードをむき出して使うのが嫌な人は PC ケースを買ってください。好きなケースに入れることができるのもどうだろう Windows の利点かな。で、結果、意外と AMD でも安くならない。ということ。というか、5600G がそんなコスパいい商品ではないですね。Windows を選ぶ利点としては、やっぱり SSD とメモリの容量を自由に、選び放題、アップグレードし放題ってとこですね。これが Mac でやっちゃうとぼったくりですからね。もう一つは、自分でパーツを取り替えたりとかがしやすいというかできるので、自分で好きに将来アップグレードしたりとかですね、グラボとかね、ハイエンドのやつ入れ替えるだけでパフォーマンスを簡単に上げることができるので、そこの自由度はかなり高い。マザーによっては端子の数がめちゃくちゃ多いところですからね、ここは Mac はかなり制限がありますからね。M1 系 Mac の利点は全体的にコストパフォーマンスがやっぱりいい。特に Mac mini で今回、見積もってみたけど、このコストパフォーマンスの高さはマジで異常やね。しかも GPU も今回比べてみてやっぱり性能かなり高いので、特にグラボが値上がりして在庫がない状態で、このパフォーマンスの高い GPU を手に入れることができるっていうのはかなり美味しいですね。今回 M1 チップと 5600G っていうちょっと OS を飛び越えた、無理やりな比較をしてみたんですけれども、どっちがいいかっていうと、やっぱりインテルの i5 と低価格のグラフィックカードの1万円ぐらいで買えるやつ入れてあげれば、おそらくゲームとかによっては 5600G と同じぐらいの性能が出せると思いますので、しかも CPU のコスパがめちゃくちゃ安いですからね。ということで、最近安かったんで GT1030 を買ったんで、もしインテルの方も興味のある人は次の動画を見てください。次になるか、次の次かわからんけど、動画作りますので、またそちらの動画でお会いしましょう。皆さん、いい Mac ライフをお過ごしください。